今恐れについてお話ししてくださいよという話ですけど、恐れの反対喜びでしょうかね。もうぴったり反対というわけじゃないんだけど、喜びはとにかく人生にとって生きていく上にとって非常に健康にいい。ですから私はいつも喜んでるんですね。で、私の言葉知ってますよね。福田貴則素晴らしい存在。これいつも言ってます。自分自身に言いかけてるんですね。皆さんにも申し上げてる。だから健康法の録音の中でも始終言ってるんじゃないですかね。福田貴則素晴らしい存在で、全身で喜ぶ。特に全身で喜ぶって言った時に手を使って足の指先で喜ぶというのをやりますけど、基本的に肩で喜びますね。福田貴則素晴らしい存在。なんて素晴らしいのって言って頭蓋骨でも喜ぶということですね。喜びは健康にとてもいいし、肉体的にもいいし、言葉としてもいいし、そして霊的にもいいと、こういうことですね。喜びの反対がありますね。怒りとかね、恐れとかってありますけれども、これは基本的に健康に良くないのでね、怒っちゃいけないと言ってんではない。怒ってる時は自分自身に怒る時もそうですね。ダメだなって言ってね、怒りますけれども、今私ダメだなって言いました。ダメだなってこう言ってない。ダメだな。だからこれからどのような人生生きていくか、今日これからどのようなこれからを生きていくか、夜まで寝るまで生きていくか、寝る時どんな感情を体で受け止めながら生きていた方がいいかっていうのを知ってるんでね、恐れ怒りというのをねコントロールしていますね。これもコントロールっていうのは常時恐れたら恐れてるということを自覚してるので、例えば恐れているのを言いますとね、私今恐れます、こうね、恐れる、すごい恐れてるんです今ね。という時に静まるんじゃないですかね。こうやって恐れてるでドキドキするということですかね。恐れっていうのをこう感じる、霊的には感じないんです。私は自分自身が素晴らしい存在、人間一人一人素晴らしい存在っていつも自分に言い聞かせてるので、これは恐れてない。例えば何か恐れを感じた時にね、福田貴則素晴らしい存在って言うと恐れってどっか行っちゃうんでね。で喜びとかなんかを感じる時にはもうご存知ですよね。肩で喜ぶ、肩を動かして喜ぶ、顎を動かして顎を動かして肩でこうやって喜ぶ。これ誰でもそうですね。子供が喜んでる時見ててもそうですね。で恐れっていうのは、こうなるはずですね。肩が動いてない。ですから私は恐れを感じた時に福田貴則素晴らしい存在って言ってね、肩で喜ぶんです。実際は自分っていうのは素晴らしい存在だといつも感じているので、その感じ方をもう一遍体験するということですかね。そして言葉でもそうですよね。福田貴則素晴らしい存在って言って嫌だなぁとこうやらないんですね。嫌な存在だなぁっていうのは、また嫌な人がいるなぁとこうやらない恐れですよね。ですからそうしないんでね、面白いね。でそれでほとんどおしまいにしちゃうので、面白いねってやった時にもうお分かりでしょうけど、見えなかったかもしれないけど、私足の指先こうやってこうやってこうやってやって動かしてるんですね。面白いねって言ってで肩をこうして顎を動かしてね、肩こうして肩で喜ぶ、嬉しいね。だからそれ癖にしてるので、恐れというのは感じるんですよ。感じるけど、恐れを感じてるな、面白い面白い、こういう感じになりますね。そういうことですね。例えばこういう表現をしたらいいですかね。人間と病気になるもんですかって言って、恐れなければ病気にならないけど、恐れたら病気になるでしょうね。恐れがあると健康になれないんでしょうね。恐れっていうのはね、どちらかというと人間そのものをね、人間そのものというか、私たちこうやって生きてますとね、恐れを持たないっていう、恐れを感じないっていうことはない。恐れを感じないと破滅しちゃうんでね、霊的にも肉体的にも精神的にもそうですね。ですから恐れっていうのはあっていい。ただ私は恐れそのものを恐れないでしょうかね。そういう選択をしてる。恐れっていうのはあっていい。ですから私は恐れを私は今恐れてんだなっ
っていうのは分かるんだけれども、その恐れ自身を恐れてはいない。ただ全ての人たち一人一人みんな素晴らしい存在、私を含めて素晴らしい存在と感じるようにしてますね。恐れてる時にですよ。